どうも、ダイギングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回新型 M2 MacBook Air こちらについてねお話ししたいと思います。新型 Air はですね、いろんな方にとって本当にねベストなラップトップというかねパソコンになるんじゃないかなと思います。今回この新型 Air のですね、デザインだったり仕様とかはもちろんなんですけども、あと発売時期とかねいつ頃になるのかな気になる方多いと思いますのでお話ししていきたいと思います。また最後にですねこの M1 MacBook Air が現在売られてるんですけども、それをじゃあ買うべきなのか、じゃあ新型待った方がいいのかなみたいな迷われてる方もね多いと思いますので、それについてね、どうするのか、僕も意見も含めてちょっとお話ししたいかなと思います。じゃあチャンネルでは Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、チャンネル登録していただいて、ね、最新情報をね、どんどん受け取ってもらえればと思います。でまたいつもご覧になっている方はですね、15% ほどですかね、まだまだ登録してなかったね、そこのあなたぜひ登録していただくとね死ぬほど喜びます。はい、あと通知ベルもオンにするとですね最新情報届きやすくなりますので、コミュニティ機能というものでね、Apple 製品はじめとしたお得なセール情報とかをね発信してますので、こちらも見れたりしますので、ぜひ通知ベルをオンにして見逃さないようにしていただければと思います。あとTwitter も日々タイムリーに更新しますので、よろしければねフォローお願いいたします。でまずね新型 M2 MacBook Air、 こちらはですねやっぱデザインが変わるっていうことなんですよね。MacBook Air はですね2008年に非常にね、薄いデザインで登場したんですよね。時のねCEO のスティーブ・ジョブズがですねこの薄い封筒からこのパソコンをね出してくるね演出があるんですけども、それがかなりね印象的だったりしますが、で2018年に今のこの MacBook Air のね形になりました。で MacBook Pro みたいな、結構黒い画面の縁になってですね、ベゼルですね、でスペースグレーとゴールドカラーが追加されたっていうところなんですけども、そのじゃあ MacBook Air がどうなるかっていうねところなんですが、以前のねちょっと動画でもね解説した通りですね、ジョン・プロッサーさんというね方の YouTube チャンネルです。フロントページテックっていうところから、新型 MacBook Air のデザインがこんな感じになるんじゃないかなっていうのが出てきておりますので、ちょっと見ていきたいと思います。こちらがですねブルーモデルですね。キーボードとかも白くなって画面周りの縁ですね、さっき言ったベゼルの部分が白くなると、これが印象的な感じなんですけども、例えば、今年5月にね、発売されました、新型の iMac ですね。こちらも白色のベゼルの新しいデザインで登場してますと。このデザインとかも Air をね引き継いでいくんじゃないかというところですね。その理由についてはね、以前こちらのね動画で詳しく解説してますので、3つほどですかね、こちらをね見ていただけると分かりやすいかと思います。 iPad Air 4みたいなねカラフルな色使いになると思うんで、やっぱ iMac とかね同様にですね、やっぱこういったエントリーモデルちょっと安い価格帯のものはやっぱカラフルになっていくのかなと、若い人とか女性向けってことですかね。こちらシルバーモデルになるんですが、例えばこの色使いとかだったらその白いキーボードと結構白いベゼルとかね合ってる気がしないですか。iMac も結構シルバーモデルとか意外とこれがシンプルで一番いいなって個人的には思ったりするんですけども、あとこのピンクなのかちょっとローズゴールドなのかわかんないんですけど、白いベゼルとか結構明るいね白色とかだとちょっと安っぽさ出る感じしないですかね。僕あんまりこういうのね好きじゃないんですけども、女性の方とかもしかしたらこういうのがいいかもしれないんですけど、ちょっとオフホワイトというかちょっと暗めな白色の方がやっぱマッチするのかなと個人的には思いますね。ただねこのグリーンとかね結構いい感じだと思いませんかね。確かに他のアップ製品と合わせて使いたいなって思うような感じ、iPad Air 4の例えばこのねグリーンのカラーとか、iPhone 12のグリーンとかね、iMac のグリーンとかだったりね、そういうのに近い淡いグリーンというかね、こういう感じであればいいかなっていうのは結構楽しみかなと思いますね。ただねこの白いベゼル基調としたデザインっていうのは結構賛否両論あるかなっていうところで、あるアンケートでは60% ぐらいの人があんまりちょっと気に入らないっていうね、確かにそういう印象はね受けてiMac とかもそうですからね。ただ個人的にはめちゃくちゃダメかっていうとそうでもないかなっていう気はするんですが、例えば昔の MacBook とかですねもともとその白いパソコンとして登場してるんですよね。逆に今となっては目立つというかね、クラシックな感じが逆に悪くないかなっていう、今のパソコンでやっぱり画面が全部黒いねものばっかりなので、目立つといえば目立つかなと。ということで新型 MacBook Air もですねカラフルにね変わっていくと、これまで出てきたiMac とか iPad Air とかを踏襲していくんじゃないかなと可能性が高いと思いますね。でまたいろんな画像をね今ご覧いただいて分かるとですね、新型 MacBook Air とにかく薄くなりそうということですね。これはね非常に嬉しい。今回の画像でですね端子は一応 USB-C が両側に1個ずつっていう感じなんですけども、今の一応 Air ですね左側に2つっていうね形になってるんですが、本体の薄さ的には本当ギリギリ本当 USB-C の端子ぐらいの本当厚さなんですよね。今の Air っていうのは結構ね膨らみというかねがあったりしますんで、意外とここら辺太かったりするんですよね。これがなくなるイメージでいいと思いますね。完全にそのフラットというかね平らなデザインになると。
これはやっぱ完全に新しいね、M2 チップですね。Apple C4 の恩恵によるところが非常に大きいかと思います。薄いんだけども、電力効率よくですね、性能とかも高くて、あと発熱少ないんですよね。iMac とかもやっぱ M1 チップが搭載されて 11.5mm っていうね、非常に薄いデザインで、なんか大きい iPad Pro みたいなね、感じになってるんで、ただこの MacBook Air のこの細くなっていくね、デザインが特徴とも言えるので、これがちょっとなくなっていくのは悲しい感じもするんですけどね。なんでフラットで平らなデザインになるということで、iMac だったり、今 iPad とかね、iPhone12 とかも、そういった流れに今ここにありますけど、こういったものになるんじゃないかと。やっぱ統一感というのがね、非常に Apple 製品大事になってくると思うので、またキーボードとかについてはですね、黒色から白色になったっていうのはもちろんですね、一応なんかこの画像を見る限り一番上のファンクションキーとかが結構フルサイズのキーとかと同じような大きさ、結構大きめになってますね。地味にちょっと小さくて押しづらいっていうのはあるので、嬉しいかなっていうところですが、タッチ ID とかの部分もiMac2021 年のマジックキーボードで採用されたのと同じようなものがね、乗るかもしれないですね。この丸い円がついたようなデザインですね。ということで皆さんね、この新型 MacBook Air どうですかね、デザインとかどう思いますか？ちょっとコメントとか気軽にいただければと思います。また最近はですね、あと MacBook Pro とかと同様にミニ LED 搭載のね、噂も出てきてますね。皆さんご存知の通り、新型の iPad Pro ですね、こちらにございますが、にはですね、12.9 インチモデルのみになりますが、ミニ LED というね、綺麗な画面ですね、いわゆる。そちらがね、搭載されたと。確率としては Air への搭載はね、五分五分ぐらいかなって今感じだと思うんですが、例えば来年の iPad Pro のその11インチには、やっぱミニ LED の搭載がね、あるんじゃないかと言われてますので、実際それがね、現実的になればですね、Air にもね、搭載あるんじゃないかなと。どっちが先に出てくるかわかんないですが、プロは正直ね、ちょっと搭載してほしいなと思いますけどね。値段もなかなかすごいことになりそうなんですけど、また性能についてはおそらくですね、M2 チップの搭載があるんじゃないかと。もちろん現在の M1 チップでもですね、ほとんどの本当もう Windows PC よりも高性能というね、ものだったりですね、僕自身今のメイン PC はこの M1 のね、MacBook Air を使ってるんですけども、もちろんこういった YouTube の動画編集とかしてるので、結構ゴリゴリにね、編集とかしても全然大丈夫な感じなんですよね。まずはM2 チップより、スケジュール的にはですね、M2 チップより先にMacBook Pro がね、秋の登場、9月10月ぐらいにあると思うんで、M1X とおそらく呼ばれるだろうと言われておりますが、一応詳細に関してはね、またちょっと動画新しく出そうと思ってますので、お待ちいただければと思いますが、違いとしては、パソコンのね、要するに頭脳である CPU ですね。CPU とかグラフィック性能、画像とかその映像を出力するときの必要になるところですね。そこに関する、要するに GPU ですね。GPU のコア数とかがやっぱりプロの M1X の方はかなりやっぱ増えたりとかですね。メモリとかも 32GB と、CPU が10コアとかになると言われております。それに対して M2 はですね、次の iPhone 13で搭載される A15 バイオニックチップですね。9月あたりに出ると思うんですけども、そちらをベースしたものが作られるんじゃないかと言われておりますと。基本的には、M1 のちょっと性能アップしたイメージと思いますね。クロックスピードとか、電力効率とかが結構上がるんじゃないかと言われてます。で、M1 と M2 のじゃあ大きな違いっていうと、やっぱ GPU 性能というところで、こちらに関しては9からだいたい10コアぐらいになるんじゃないかと言われてますので、画像とか、動画編集とかに関しては、さらにパワーアップって感じですよね。薄いボディでそちらの性能がね、高まるのが期待できるんじゃないかと。正直 M1 でも 4K 動画はね、全然普通に編集できたりするんで、今でも全然十分なんですけどね、さらに期待できそうって感じですね。で、バッテリー持ちとかに関しても電源効率が上がるって言われてますので、さらに上がるかなっていうところで、M1 でもね、インターネット接続で今のところ公式では15時間するんですが、使い方によりますが、僕実際使った感じ、大体ね、7から12時間ぐらいは持つんですよ。めちゃめちゃ正直いいんですけども、なんで M2 ではね、インターネット接続で、本当に1日使えるって感じですね。リアルな意味で。15時間とかね、から、大体18から20時間ぐらいまでね、これいくんじゃないかなと思いますけどね。本当の意味では本当1日デイリーで持つっていう感じになるかもしれません。今でも十分なんですけど。ではですね、じゃあ発売日ね、いつぐらいにじゃあこれ出るのかっていうところね、非常に気になりますよね。はい。僕も気になるんですけども、大きくパターンとして今のところは2つかなっていうところなんですよね。一応投資家に近いね、リーカーのミンチコーさんとかですね、台湾メディアのデジタイムズとか、2022年に発表とか、2022年の今最近ね、前半ぐらいまでに出るんじゃないかと言われております。一応ブロームバーグのマーク・ガーマン
記者ですねに関しては早ければまあその2021年のね後半とかもある言ってたりしたんですが、まあただ2022年の可能性もね全然あるっていうふうにね言及してますんで、個人的にもですねまあありそうなのはまあ例えば2022年のまあ3月とかがねまあ早くてそのぐらいかなっていうところですよね。はい。まあただなんか2022年のなんか後半とかもあるんじゃないかっていうね、記事もあったりしたので、まあ、まずやっぱ秋頃にまずプロがどんな仕様で出るのとかですね、タイミングとか、まあ、そのやっぱ在庫の状況とか見て、まあ、そういったものではですね、まあ、遅れる可能性とか全然あると思うんで、まあ、なんで来年の半ばぐらいまでには出てほしいな希望です。はい。まあ、そのぐらいには出るんじゃないかなと思います。でも。じゃあ最後ですね、じゃあ今 M2 のね、じゃあ MacBook Air をそれじゃあ待つべきなのか、それとも今じゃあ M1 の MacBook Air ね、買った方がいいのかっていうところですよね。まあ、買うべきかどうかね、これ結構よく聞かれたりするんでお話ししたいかと思います。まあ、結論から言えばですね、M1 の MacBook Air ね、全然今買っていいと思います。まず M1 のね、まあやっぱ性能に対してコストパフォーマンスですね。もうコスパがめちゃめちゃいいんで、これめちゃめちゃいいんです。僕もまあ一応まあ発売からね、こうずっと使ってるんですけども、全然快適に使えておりますし、アプリも徐々にね、こう対応してきているんで、まあレビュー動画とかもね、ちょっとまあ参考にしていただければと思いますが、またちょっともう一本ぐらいね、長期レビューね、最後出そうかと思ってますんで、まあ10万円前後でやっぱインテル版のね、プロの16インチ、まあ30万円ぐらいするものよりも性能良かったりもですね、まあハード面であっても、やっぱりまあキーボードとかトラックパッドとかね、まあそこら辺の完成度もね、やっぱり高いんですよね。またバッテリー模試とかもこれめちゃめちゃいいっていうことで、まあ僕も結構ね、外で重めの、まあ、動画編集とかしたりするんですけども、インテル版だったらほんとすぐなくなってたのが、2時間ぐらいなくなってたのが、全然余裕でね、動画の編集1本できちゃうみたいな。まあそういったぐらい問題ないレベルなので、またまあ新型において、まあ価格はですね、やっぱり今の M1 よりは絶対高くなると思いますので、まあそこが覚悟が必要かなっていうところと、まあ一応なんか今の M1 のモデルと置き換わるというよりかは、多分一緒にね M1 の今のモデルと M2 で、まあ、一緒にこう横に並んで発売されるっていうね、まあ可能性が高いんじゃないかと言われたりするんで、またやっぱこの新型の発売時期っていうのが、まあちょっとまだまだ未知数ね、部分があるので、まあ早ければ来年の3月とはいえ、まあ下手したら本当来年の後半とかにね、まあなったりするとですね、まあ1年ぐらいね、まだまだかかるってことになっちゃうんで、これは結構辛いなっていうところですよね。またね、まあ実際じゃあ発売されても在庫がじゃあ十分ね、あるのかっていうとちょっと怪しいところですよね。まあ今のまだまだ現状ね、まあパンデミックまだまだあるんで、手元にね、まあ実際なんで発売してから届くまで結構時間かかるんじゃないかっていうところもね、ありますからね。まあそれだったらね、まあ今 M1 全然エアーね、購入しておいてですね、まあ今から全然快適に使った方が、まあなんか幸せなんじゃないかなと個人的には思いますね。やっぱりその待ってる時間ね、間ね、スペックの低いパソコンで作業するよりも、やっぱりまあある程度高性能のこの M1 でバーってね、早くできた方がいいと思うんですよね。その時間の無駄になっちゃうと思うんで、まあ逆にじゃあ待った方がいい人とかに関しては、まあさっき言ったように、まあね、説明した新しいまあデザインとかだったりですね、カラフルなやっぱ Mac が欲しいなっていう方は、まあ待つ価値はまああるのかなっていうね、ことですよね。まあやっぱ iPad Air とかまあ合わしたいとか、またやっぱとにかく本当軽い Mac がね、いい方っていうのは全然待ってもいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。まあ今の Air も全然ね、軽いっちゃ軽いんですけど、めちゃめちゃ軽いってわけじゃないんですよ。まあ結構まあいろんなその、まあパソコン市場全体で見ると、どっちかというとちょっと重めな感じではあるんで、まあまだまだ iPad Pro とかもですね、まあやっぱ Mac の代用として使うのは、まあ正直ちょっと厳しいかなっていうね、ところはありますので、まあこちらについてはちょっとレビューしてるので、まあ iPad Pro とかもね、気になる方はね、動画ぜひご覧になってください。あと iPad のね、まあ全モデルでの間違いとかも、動画アップデートしていってますので、またやっぱり Air で結構まあゴリゴリにね、動画とか画像編集やりたい方とかであれば、まあ M2 待つのもありかな。やっぱさっき言ったGPU 性能がね、まあ結構上がるんじゃないかって言われてるんで、まあ M1 とかももちろんまあ大丈夫ですよ。まあ 4K とか全然いけるんですが、ちょっとゴリゴリにね、やっぱ動画編集とか、かなり長時間とかやると、まあしんどい時ね、やっぱあるんですよね、最近。まあきついので、まあ僕はなんで M1X の MacBook Pro ですね、まあ正直めちゃめちゃ待ってるんですけど、まあ出た瞬間、まあ即買いしようかなというところではあります。まあそこを見てから、まあ購入検討とかもいいかもしれないですね。ということで皆さんね、新型 Air どうですかね、欲しいですかね、それともね、プロがいいですか、まあ欲しいとかね、まあいつぐらいこれぐらいに出るんじゃないかとかね、まあいろいろご意見あればですね、ぜひコメントいただければと思います。ということでこちらの動画少しでも役に立ったなっていう方はぜひグッドボタンだったらですね、チャンネル登録お願いいたします。あと通知ボタンもぜひ押してください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。